こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は茹で時間が短縮できて生麺のようにもっちもちになる水漬けパスタとひき肉ゴロゴロで旨味たっぷりなミートソースをご紹介します。材料はこちらです。それでは早速作りましょう。最初に水漬けパスタの準備をします。パスタを事前に1時間ほど水につけておくと茹で時間が大幅に短縮されるので吹きこぼれの心配が少なくなり、食感がもちもちしてとっても美味しくなります。今日は 1.6 ミリのパスタを使うのですが、夏なら45分、冬なら1時間ほど水につけておけば9分の茹で時間が1から3分程度にまで短縮できます。1人分がだいたい 100g なので、今回は2人分 200g になるように測ります。はい、こんな感じですね。鍋にお水を入れます。パスタ 100g に対して1リットルのお水が必要なので、今日は2リットルのお水を使います。ここに塩も加えます。水1リットルに小さじ1の塩が必要なので、小さじ2の塩を入れたら軽く混ぜておきます。それではここに先ほど計量したパスタを入れるのですが、全体が水に浸かるように半分に折って入れます。すべて入れたらこのまま1時間ほど置いておきます。パスタを浸水させている間にミートソースを作ります。まずは人参をみじん切りにします。切りやすい大きさにした人参を縦にスライスします。それを寝かせて細切りにします。だいたいこのくらいの細さで OK です。これをさらに細かく切ります。人参のみじん切りの手順はだいたいこんな感じですね。続いて玉ねぎもみじん切りにしていきます。まずは薄切りにします。薄切りにした玉ねぎを軽く集めてザクザクっと切っていきます。ミートソースの玉ねぎはあまり細かくなくても大丈夫なので、こんな感じで大体で大丈夫ですからね。はい、これで OK です。それではフライパンを中火で加熱します。しっかりと温まってきたらサラダ油大さじ1を引きます。そこにひき肉 200g を入れて広げます。普通はバラバラになるようによく混ぜながら炒めるのですが、ミートソースは不揃いなひき肉がゴロゴロしているのも美味しいので、今日はわざとあまり混ぜないで炒めていこうと思います。ひき肉を広げたら味付けをしていきます。塩小さじ1、胡椒少々。胡椒は入れなくても大丈夫です。ナツメグ小さじ1/2。なければ入れなくても良いのですが、入れると一気に本格的な味わいになるのでおすすめです。軽く混ぜながらひき肉に火を通していきます。油が透明になってきましたね。油から濁りが消えていれば十分に火が通っている目安になるので、ここで一度火を消します。火を消したフライパンに先ほど切った野菜を入れます。ひき肉から出てきた油で炒めると肉の風味が強く感じられて美味しいんですよ。すべて入ったらもう一度火をつけ中火で炒めます。市販のミートソースも美味しいのですが、自分で作るのも意外と簡単ですし、具沢山でとっても美味しいんですよ。こんな感じで玉ねぎが半透明になってきたら火が通った目安ですので、一度火を止めます。すべての具材にしっかりと火が通ったところで味付けをします。まずケチャップ大さじ2、そしてトマトの水煮1パック。すべて入ったら火をつけて中火で加熱します。実はトマトと野菜を一緒に煮ると野菜に火が通りにくいんですよね。なので必ず野菜に火が通ってからトマトを入れるようにしてくださいね。
またトマトは油で加熱をすると酸味が飛び旨味がしっかりと感じられるようになるので、よく混ぜながら 2,3 分煮込んでいきます。鍋に入れた時よりもソースの色がオレンジがかった色に変わってきたら完成です。パスタを浸水させてから1時間ほど経ちました。こんな感じで白っぽくなり柔らかくなっています。乾麺を生麺に戻すようなイメージですね。それでは鍋を火にかけます。私は浸水に使ったお水を無駄なく使いたいので、このまま水からパスタを茹でますが、より時短にしたい人は先にお湯を用意しておいて、お湯から茹でても大丈夫です。はい、ブクブクと沸騰してきましたね。お湯が沸騰したらそこから時間を計ります。茹で時間を何分にするかという点ですが、1分経ったぐらいで一度味見をしてみてください。どのくらいの茹で加減が良いかは好みにもよりますし、その日の室温や水温によってパスタの吸水具合も変わると思うので、自分で食べてみてそろそろいいかなと思ったら茹でるのをやめるという感じで十分だと思います。私はいつもだいたい2分くらい茹でていますね。沸騰してから2分経ってちょうど良い茹で加減になったので、火を消してお湯を捨てます。はい、これでもちもちに茹で上がりました。先ほど作ったミートソースをパスタにのせます。具沢山で美味しそうですね。これでミートソースパスタの完成です。余ったミートソースは冷凍保存もできるので安心してくださいね。ということで早速食べてみましょう。今日のミートソースのレシピは基本の味付けは塩とケチャップなので、お子さんでも安心して食べられる優しい味に仕上がっています。でもひき肉の旨味が凝縮されていて、トマトの甘みも感じられて、しっかりと本格的な美味しさなんですよ。お肉や野菜の旨味を引き出すコツは、ひき肉から油ができるまでしっかりと炒めて、その油でお野菜やトマトの水煮を炒めることなんです。たったそれだけの簡単なことなのですが、うわー美味しいと思えるような仕上がりになるので、ぜひ意識してみてくださいね。保存期間ですが、冷蔵庫保存なら1週間を目安に食べきってください。冷凍保存なら1ヶ月は大丈夫ですよ。冷凍の場合はジッパー付き保存袋などに入れて平たくしておくと解凍がしやすいですよ。ミートソースは他にも加熱したナスやじゃがいもと和えたり、ご飯と混ぜてドリアにしたり、ラザニアにしたりと、いろいろなお料理に使えます。ぜひたっぷりと作ってストックしていろいろと活用してみてくださいね。それでは今日の動画はここまでです。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。